ベスティはマキマキで、今日はね、私ファンの子たちから DM いただく機会がすごい多いんだけど、その中でもみんなから質問が多かった不安について今日話そうかなと思って動画撮ってる。みんな不安抱えてると思うし、私もめちゃくちゃ不安なこと毎日あるから、それで私のこの動画見てみんなの気持ちが少しでも楽になったらいいなと思って、私の体験とともにみんなの意見とかいろいろ織り交ぜてお話ししていくね。じゃあ始めます。みんなもリラックスした状態で聞いてくれたらいいなって思ってる。じゃあ始める。学校生活でも自分の生活でも心配なことがあって、毎日不安を感じながら生きてます。不安がいっぱいいっぱいの時どうしてますかっていう質問だったりとか、SNS を見てなんか自分だけなんでできないんだろうとか、なんか羨ましいって気持ちがあって病んじゃいますみたいな、 SNS との付き合い方をどうしたらいいですかみたいな。別に私が私の範囲で答えるっていうか私もまだまだ学んでることいっぱいだからすごい偉そうなこと言えないんだけど、でもなんか同じ立場として私が答えられるアドバイスあるかなと思って今日は動画撮ってみた。でマジで不安になってしまうとか SNS を見て比較して病んじゃうって気持ちはマジでわかる。本当にわかるの。マジでわかるっていうか、これみんななってると思うんだよね。なんかみんな口に出さないだけでちょっとなんか不安っていうか、なんかちょっと変な気持ちというか、なんか嫌だなみたいな。私は今あんま何もできてないけどみんなできてるなとか、なんだろうな、ちょっと不安な要素だったりとか暗い気持ちになってしまうことはあると思うのだし、 SNS じゃなくても普段の生活で不安を抱えながら、なんか不安だなとか、なんか暗い気持ちするなって思いながら日々生活してる子もたくさんいると思って、でそれは私もなの。暗いことはねあんまり SNS 載っけたくないかなって思ってるからあんまり載せてないんだけど、あんまりないように見えてるのかなって思ってるんだけど、私も全然ある。でもなんか発信してる立場の人とかだと多分そういう人たちの悩みがあるし、学校行ってる子だったらそういう学校の悩みがあるし、恋愛の悩みがあるしみたいな、なんかいろんな種類の悩みを大きくくくって悩みと言ってるんだけど、いろいろあると思うので、比較させて絶望させるっていう仕組みになっていて、これは何かの記事で読んだんだけど、私たちが比較したくなくても絶対に比較しちゃうのね。そう特にティーンエイジャー、私も含めて学生とか10代の子たちってやっぱり心が成長途中で、心に刺激が与えられるともうねすぐちっちゃいことでも悩んじゃったりとか、なんか不安に感じてしまったりとか、そういうことがあると思うの。てかこれは普通なの。だから今10代の子でめっちゃ悩んでるとか、なんか漠然とした不安があるっていう子は安心してほしい。これは全員そうだから。だからね、成長過程の気持ちはみんな不安を持ったりするのね。いい日もあるし悪い日もあるじゃない。で両方あるじゃん。だけど SNS って悪い日絶対載せないのね。SNS の種類にもよると思うけど、多分スナップチャットとかインスタグラムに関しては自分の見せたい自分があるだろうし、みんなそれぞれね、私はこう見られたいとか、こういう風に思われたいとか見られたい、そういうイメージがあると思うんだけど、それしか載せないじゃん。なんかインスタの系統揃えるっていう言葉あるようにさ、それぞれみんな好きな系統があるわけで、その系統に沿って投稿したりする場合もあるでしょ。嫌な言い方すると全部フェイクなのね。本物じゃないじゃん。悪い姿といい姿全部見せたら本物かもしれないけど、それって難しいと思うし、本物じゃないのよね。なんだろうな、会社からお金をもらってその商品を売るっていうインフルエンサーは、悪い意味じゃなくて普通に職業として存在するわけで、だから例えばクッションファンデとかだったら肌がめちゃくちゃ綺麗になりましたとか言うけど、別に加工しちゃったりとか色がリップ全然落ちなかったとか言って別に嘘だったりとか、そういうことも全然あるじゃん。だけど SNS だけ見てたらやっぱ一つの情報しかないから、それが本物ってみんな思っちゃうのよ。で商品を買っちゃうの。だから SNS はマーケティングでめちゃくちゃ
用いられてるものであって、それを絶対に理解しておかないと病んじゃう。だからこれみんな覚えててほしい。一旦 SNS の使い方とか仕組みを理解してほしいの。今私の言葉だけだったらちょっとねすごい簡単に説明してるから、本とか YouTube にも載ってるだろうし、いろいろ SNS の使い方とかなんでこう感じるのか、 SNS の仕組みとかをもっと理解すると自分の気持ちとうまく向き合える気がするから、それはおすすめ。私がやったことだから。でそれで私の気持ちが楽になったから、みんなそれやってみてほしいなって思う。だから一旦 SNS はこういうものってもうバズってなんていうの、現実の世界と SNS をバッサリ切ってほしい。つなげちゃうとね本当に良くないから、つながんないしまず、だからそれを一回やってほしい。 SNS は比較させたり羨ましがらせるように作られてるってさっき言ったんだけど、インフルエンサーを見るとすごくよくわかる例が、結構ちょっと毒のあるインフルエンサーとかある人とか、ちょっとって思うくらい羨ましいなみたいな思わせる人とか、結構悪口言ってる人とか炎上してる人とか、そういう人って、人気っていうかお金を稼げてるわけよ。なんていうの、ビジネスとしてすごくうまくいってる例があって、それはさ私たちが何みたいな、すごっとか羨ましいって思う気持ちってお金になるのよ。なんて、その SNS 上にとどまらせることができるじゃん。それでどんどん気になってその人のことを調べたりとか、その人の養分になるようなことをうちらがしてるわけで、だからね、炎上商法っていう言葉があると思うけど、まさにそれで SNS はそういう炎上商法とか人の羨ましいって思う気持ちを利用したマーケティングがすごく存在してるから、それで私たちは少し傷ついてしまう。でもこの仕組みを理解してたらまたやってるわみたいな気持ちになれるから、そういう SNS の使い方はたくさん存在するから、別にその人が悪いっていうわけじゃなくて、その人もその人なりの何かがあるんだろうし関わらないというか、話半分に聞くっていうのが一番大切かな。そう、炎上商法はねもうなくならないのよね。注目を SNS で注目を浴びるって結構難しいじゃない。いろんな人が存在するわけで、そんなすっごいいっぱいいる人の中で目立つために一番簡単な方法って炎上とか羨ましいとかそういう気持ちじゃん。だから例えばキム・カーダシアンとかもういろいろやりまくりじゃない。だけど人気じゃん結局。もうなんか一周回って人気みたいな。カーダシアン家ってもうめちゃくちゃお騒がせセレブって感じだけど、うちらからしたらさ現実離れしすぎてみたいな、すごい、どんだけカバン持ってんの、どんだけエルメス持ってんのみたいな感じで見ちゃうじゃん。面白いじゃん、そういうこと。だから、インフルエンサーとか、そういう人たち含めていろんな炎上商法とか羨ましいっていう気持ちを利用したビジネスがたくさんあるから、気持ち半分に自分のダメージが少ないような関わり方をすることが一番いいかなって思う。漠然とした不安に対処するコツが3つあるので紹介いたします。これは私がやってることね。まず1つ目はおすすめしたい本があって、これね、心配事の9割は起こらない、こういったタイトルなんですけど、もうこのタイトルを読んだ瞬間に買おうって決めて、めちゃくちゃ安心するタイトルじゃない。9割起こらないのみたいな、みんな心配事とか不安なこととかいっぱいあると思うけど、この本は結構素敵な本だったというか、この本を読んで結構気持ちが軽くなることがいっぱい書いてあったから、もしね本当にみたいな気持ちになったらこの本読んでみるのもいいと思う。この本は禅って言って仏教の一つの宗派である禅宗の教えについて書かれているもので、この言葉、ここには結構日々の生活で心がけたいこととか悩みを解消するヒントとかがいっぱい載ってる本なの。それで、ここに、いっぱい書いてあるんだけど、この一番初めにね、まず妄想、なんかうちらはいっぱい心配とか不安とか抱えてると思うんだけど、それって心を縛るものとか心に縛りついて離れないものいっぱいあるじゃん。なんかいろんな明日どうしようみたいな、なんかいろいろ明日どうしようちょっと違うけど、なんかいろいろどうしようみたいなあるじゃない。心を縛るもの
または心にしがみついて離れないもの、これすべて妄想。そういう風に言っちゃってるんですね。あれが欲しい、これを手放したくない、羨ましい、自分はダメだ、こんな感情みんな持ってない？持ってるよね。私も持ってます。持ってるんだけど、あれが欲しいとか物欲、あれが欲しいなっていう物欲とか、これ手放したくないとか、これ恋人も友達もそうかもしれないね。それとか、あと羨ましいなって思う気持ちとか、自分はダメだってなってしまう、こういった気持ち、これ全て妄想なんだって、この考え方だとね。そうだから大切なことは妄想をできるだけ減らしていくこと。そうって書いてあるんだけど、私はこの言葉を読んで、そうなんだって思ったし、目の前に起きてるもの以外信じないっていう考え方にシフトチェンジしたの。頭の中でいろいろ考えてることとかあるけど、それって別に起こってないし、ただただ自分で考えてることなの。だからもう痛いとか寒いとか美味しいとか、そういう五感、目で見たもの、耳で聞いたもの、触って感じたこととか、そういうこと以外は大体信じない、気持ち半分にしておくっていうことが私の今までの中で一番楽になった方法かなって思う。だからマジで試してほしい。五感だけ信じる、これ大事。見て、見たもの以外信じない。耳で噂で聞いたこととか、自分これやりたいけどでも将来不安だなとか、そういうことって全く関係ない、ただの妄想で、何も起こってないの、その時って。ただただ座ってるだけ。食べたらさ、食べるっていう行為してるじゃん。これが五感で、五感以外信じない。自分の行動してること以外は、例えばスマホ触ってる時っていろいろね、情報溢れてるし、いろいろ考えが変わると思うけど、行為だけで見たらただただ指を動かしてるだけなの。でもさ、運動するとかだったらさ、しっかり運動してるじゃん。体を動かして運動してるっていう行為じゃん。行為に注目するっていうのが私は楽になったかなって思う。SNS でいろいろ見てうわーってなるけど、それってただただ座ってるだけって考えたら、確かにみたいな、考える必要なくねみたいな気持ちになったの。だからこれめっちゃ楽になったからね、マジでみんな試してほしい。五感だけ信じよう。スマホ触ってる時ってね、もうこれ行為、スマホ触ってる時の行為はこれ、勉強してる時はちゃんと勉強してるけどね、その違いがね結構曖昧になってると思うの。だからこれですね、みんな覚えてほしい。私が今までで一番楽になった方法は、妄想しない、五感だけ考える、これだけこれをね、一回重点に置いて生活してみると、今までよりも絶対楽になると思う。あとは比較しない。これだけ。比較していいことなんて一つもないんだからね。比較していい影響を与え合うならいいよ。お互いがお互いを高め合うっていう関係性、そういう気持ちになれるんだったらいいけど、だいたい比較してってなるじゃん。自分より上を見たりするじゃん。自分のことを下に見て比較するっていうのもめっちゃ、自分より下の人、自分より下だと思ってる人と比較したら別にいいことないし、自分を安心させるためのエゴというかで、自分の上の人と比べたら羨ましいってなるだけだから、人と比較しないっていうのがめっちゃ大切。私はもう人と比較するのはやめました。やめましたって言っても比較しちゃうことあるんだけど、比較しないようにしてる。それしか無理。絶対人と比較しないってことは無理だけど、比較しないように心がけてはいる。で、自分と比較するようにしてる。過去の前の自分はこうしてたけど、でも今はもっとこうなりたいからこうしようって、昔の自分と比べると一番自分にとっていいかなと思うし、別に嫌な気持ちにならないじゃん。私、誰のことを誰かを下げてるわけでもないし、マイナスの気持ちにならないから、比較するのはやめて自分と比較していこう。過去の自分より過去の自分を超えるみたいなあるよね、こういうみたいな、過去の自分を超えようと思いながら生きてる。それが一番ヘルシーだなって思った。で、こういういろんなコツがあるけど、これが難しい、それでも比較しちゃうとか、それでも不安になっちゃうと思ったら、とにかく SNS だったら見ない。これしかない。SNS やめるしかないのよ、絶対。SNS を
これで難しかったらまず SNS から距離離れるしかない。私は職業してるから SNS から離れるっていうのはちょっと難しいんだけど、でもこういう心がけることを学んでからは楽になった。もしこれが難しかったら本当に離れてください。そして SNS の使い方をもう一回決めてみるとか、 SNS の仕組みを調べてみるとか、こういう本を読んでみるとかしてみるといいかなって思う。でなんか漠然とした不安っていうのはみんな持ってると思うけど、それって存在しないから、五感だけ考えてとりあえず行動しよう。なんかこういうことやりたいけどでも将来が不安でできませんとか、いろんな不安があってできませんっていう子もいたんだけど、まだ悩むの早いやってから悩もうって感じ、もったいなさすぎるから、それは覚えててほしいな。みんな本当にいろいろ生活お疲れ様です。いろんな不安抱えてると思うし、私も抱えてるし、みんな抱えてるんだけど、こういう膜妄想とかいろんなお話とか通してみんなの気持ちが楽になったらいいなって思ってる。私はこういうことを通して生きやすくなったっていうか、そんな考えなくていいんだっていう楽な気持ちになったから、みんなもなんか楽な気持ちになってたらいいなって思ってる。もしまた不安になっちゃったりとか、なんか将来が不安で嫌な気持ちがするとか、なんか心が嫌な気持ちになったなって思ったら、私のこの動画もう一回見返してもいいし、なんか調べてみるとか、とりあえず SNS 距離を置いてみるとか、いろんな方法があるからいろいろ試してみて。じゃあ今日は終わり。ありがとう、聞いてくれて。みんなこれで悩んでる子多いかなって思ってちょっと撮ってみた。みんなもいろいろ調べてみて、自分で。私の言葉 100% 信じるっていうのはちょっと責任そんな取れないから、私の実体験をもとに話してみたから、みんなもそれでいろいろ調べてみてくれたらいいなって思ってる。では今回はこれで終わり。私はこの後ちょっと遊び行ってくるね。メイクしたし天気いいし気分超いい。じゃあバイバイ、ありがとう見てくれて。ご飯食べて健康にヘルシーに生きてください。人と比較しなくていいの。絶対比較せず自分と比較、五感だけ信じる、これだけじゃあね、ありがとう聞いてくれて。バイバイ。いやいや食べよう。なんかさ、こうあれだ。うまい。なんか濃厚そうな感じする。ごめん。これストローなのかな。ありがとう。